皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクト、幻想郷の最強勢力ランキングトップ5を解説していきますよ。代表的なところで言うとコウマ間などだが一体どこが最強なのか気になるぜ。幻想郷のバランスを崩壊させているのではと思われる勢力があるので楽しみにしていてください。ちなみに月の都組は、別格すぎるから今回のランキングに入れていませんよ。大体ができんくらうほど強いもんな。では早速授業開始です。それではまずはじめに紹介する、東方プロジェクト勢力ランキング第5位はコウマ間組です。あのコウマ間組がこのランキングで最下位だと、レ夢ムさん邸あたりに金でも握らさせられているんじゃないか？なぜバレたんだ？いやほんまやったんかい。というのは冗談で、これにはちゃんとした理由があるんですよ。それではまずは、コウマ間の施設背景を見ていきましょう。湖付近に立っている、赤い色調を持つ洋館。館内には大図書館や地下室、そして外見には深夜の目覚めを知らせる立派な時計台が存在します。ちなみに光があまり差し込まないために窓が少ないようだぜ。また、いざよい昨夜が空間をいじったことで、館内を本来より広くしていますよ。有能すぎるメイド長。そんなコウマ間のメンバー構図としては、社長のレミリア・スカーレット、その妹君であるフランドール・スカーレット、友人のパチュリーノ・オレッジ、その従者と思われる小悪魔、メイド長であるいざよい昨夜、同じく従者にして門番を務める本命輪、といったような構成となっていますね。やはりコウマ間は多種族の者が住む異質な組織となっています。魔法使い、ヴァンパイア、悪魔、謎の中国妖怪に、ゴム人間って意味がわからないぜ。最後麦わらの一味が加わってますよね。このコウマ間の主人はレミリア・スカーレットですが、頭はいいのですがまだ子供なので実質的にはメイド長のいざよい昨夜が仕切っていますよ。また茨河川で幻想郷に連れてこられるも、人間の里を追い出されたホフゴブリンがコウマ間で雇われて新たな一員となっていました。また新たな種族を迎え入れたのか、勢力になるかはわからないが、本当にたくさんの種族を受け入れているんだな。我らがカリチュマ吸血鬼の懐の広さがよくわかりますね。レミリア選手をカリスマブレイクしないであげて。幻想郷でもかなりの数のキャラクターを構成要員として持っている施設、勢力であり、内部が洋風であったり、純粋な魔に属する妖怪が主人を務めるなど他の施設にはない特徴を多く持っていますね。本当に面白いグローバル企業だぜ。確かにグローバルではあるのですが、意外と勢力としてはこれから紹介する組織に比べると劣っていると思われますね。それがどういうことだってばさ。まずコウマ間の本命輪ですが、体術は優れたものを持っていて、バランスがいいことからレイムやマリサのような対人間には滅法強いのですが、何かに突出した妖怪相手には弱いと東方愚問式に書かれていますね。人間キャラは珍しいし、組織にあまり属さないことからもそこまで戦力にはならないのかもな。パチュリーは生まれて元々の魔法使いという極めて珍しく、最強クラスのキャラなんですが、みんなご存知、全速持ちなことから無給なんですよ。パチェハもっとエクササイズしないとだな。そしていざよい昨夜は非常に強いキャラでバランスもいいですね。そしてコウマ間の社長であるレミリアも確かに目にも留まらぬスピード、片手で大木を持つパワー、思い通り悪魔を操る魔法力、頭が吹っ飛んでも復活するという反則的な身体能力を持ち、小手先のテクニックを無視するほどの強さを持っていますが、日光に弱いことや、流れる水に弱いなどのたくさんの弱点持ちなんですよ。また能力は戦力的なものではないと思われることや、東方暴月賞では、レイムにややよりスピードは劣っているなどとも言われていますね。待ってくれ。コウマ間には切り札がいるじゃないか。ギュッとしてドカーンのチートキャラが。確かにフランドール・スカーレットは、ありとあらゆるものを破壊する程度の能力、という名前通り何でも破壊できる反則キャラと言ってもいいですね。しかし、フランも精神的にまだ未熟で感情をコントロールできないことから、いざ戦いになると仲間内でゴタゴタになる可能性が大きいでしょう。納得感がやばい。このことからいろんな種族のグローバルな組織ではありますが、勢力的に弱点が多いことから第5位にさせていただきました。まさかあのコウマ間組が幻想郷の勢力としては、劣っている方だったということに衝撃的だったぜ。でもこうしてみると、全員どこかしら弱点のあるデコボココンビにもかかわらず、うまくまとめ上げているところ主人であるレミリア・スカーレットのリーダー力がよくわかりますね。とはいえ、もしも団結して立ち向かうことになれば、ヤングジャンプみたいな展開になりさらに順位が上に行く可能性はありますね。そこにヤングは必要ないでございますよね。それでは次に紹介する、幻想郷最強の戦力ランキング第4位は妖怪の山組です。妖怪の山というと幻想郷最強クラスと言われる社名丸綾などがいる組織だよな。非常にでかい組織なんですよ。ただし、妖怪の山に住む茨城河川や酒田根ムノといった住人キャラは除きますよ。この妖怪の山に住む妖怪たちは、人間や麓の妖怪とは別の社会を築いていて、幻想郷のパワーバランスの一角を担っていますよ。特に天狗やカッパは外の世界を模倣した高度な技術力を持っていて、天狗は写真印刷出版の技術、
カッパは鉄鋼や建築道具の作成などの技術を持っています。こういった技術の高さから、この山に攻め入る妖怪はいないですね。排他的ではあるがその分団結力はありそうだな。山の妖怪は一部の妖怪を除き、幻想郷のどの種族よりも陽気で仲間意識も高くて、高度な技術と相まって近未来的で豊かな生活を送っているとのこと。ただ、その仲間意識の高さから、よそ者に対する風当たりは強く、山の侵入者に対しては、相手が何であれ全力で追い返されてしまうようです。昔は鬼がトップとなって妖怪の山を治めていましたが、現在は、天狗の長である天馬が妖怪の山を治めているのですよ。天馬はまだ登場していないんだよな。現在は2番目に偉い恵むまで登場しています。またもしも遊戯やスイカのような、元上司の鬼がいていたら間違いなく最強クラスだろうね。とはいえ鬼たちがいなくても、非常に強力な組織ということは変わりありませんよ。しかし鬼がいなくなってからは、陽気でのんびりとした生活を送っているようで、勢力が劣っているように思えるのは事実です。そんな妖怪の山の主な組織構成は、カラス天狗の新聞記者である社名丸綾、綾のライバルで今時っ子の姫街道旗手、綾の部下で白老天狗である犬走りもみじ、綾の上司にして大天狗である飯綱丸恵む、まだ登場していませんが天馬、カッパで水の中のエンジニアである川城に鳥、カッパが陸上生活に適応した山わらわの山城高根、恵むの部下で管狐である管巻司、となっていますよ。天狗というと最強クラスの種族に加えて、カッパたちの技術力とバランスよく隙が一切ない勢力だな。そうなんですよ。あと地味に厄介なのが飯綱丸優の部下にして、東方界のメスガキである管巻司ですね。メスガキとか使うんじゃありません。元ネタ通り飯綱丸に対しては忠実で、主人乗りになるような方向で周りを騒乱させることができるんですよ。つまり悪いことを囁いて他の勢力の混乱に陥れることができるってことか。そして妖怪の山には社名丸が綾がいる。地球には僕がいるみたいな感じで言うなし。先ほども言ったように、幻想郷最速の天狗であり幻想郷最高クラスの力の持ち主。自力が高くて頭も良く、能力も相まって正統派な強さを持っています。鬼の四天王の一人であるスイカからの評価も高い珍しいキャラなんですよ。スイカは自分の力にかなりの自信を持っていて、力で褒めたのはおそらく綾ともう一人の鬼の四天王である遊戯ぐらいだもんね。また天空賞では後ろとの国に住む5面ボスの2回同時に勝利5口ほどにもないと言ってるので、幻想郷外でも実力があることがわかりますよ。また綾や、恵むよりもおそらく強いと思われる天馬がいることからそこが知れませんね。確かに組織力も高く勢力は十分あるぜ。他にも能力が念写ということから戦闘向きではありませんが、それでも天狗の種族特性として幻想郷最高クラスの力があるので、少なくとも最高クラスの底辺の力を持っていることが保証されている姫街道は盾や、前回の水属性最強キャラランキングでもランクインした川城に鳥に加え、そしてモフモフで可愛いマスコットのもみじもいますからね。もみじさんの説明だけおかしくないですか？とはいえ、これといって何か突出した部分があるかというと、物足りなさがあり、高度な技術といっても幻想郷内での話なので、妖怪の山組は第4位とさせていただきました。なるほどな。これ以上に強い組織が気になるよ。次の組織は、薬で子供にできるほどの技術力を持っていますよ。そりゃガセ博士率いる黒の組織やないか。では次に紹介する、幻想郷勢力最強ランキング第3位は、月の民も存在する永遠帝です。あのガチの最強クラスだと思われる矢心エイリンや、木属性最強クラスの蓬莱三かぐやもいる永遠帝が3位。確かに3位でもめちゃくちゃすごいけど、まだ上がいるのが恐ろしいぜ。しかし第3位というのは誇っていいレベルですね。まず永遠帝とは、永遠帝は迷いの竹林の奥深くに隠れるようにひっそりと佇む大昔の作りの屋敷。大昔からあるようで真新しくも見え、古風であるのに超技術を持つという二律背反さを持っています。また屋敷内は外見に比べて非常に広くなっているぜ。AI 編まで誰もその存在を知らなかったのですが、それからは積極的に里とも交流しようとしているようです。かぐやがニートだったのは異変前まで今はちゃんと働いているんだな。別にニートだったわけではありませんがね。現在は、里の医者ではどうにもならない病人を治すことができるということで永遠帝は頼りにされてますよ。他にも、月の都のコレクションを展示したゲット版商店を開催。意外と盛況だったとかで年一開催も計画していたりと、かなり交流度も高く組織力の高さがわかりますね。ホワイト企業ランキングでは衝撃の組織力だということが分かったもんな。また勢力的には少ないイメージですが、地上のウサギたちも多く住んでいますよ。さあ、そんな非常に落ち着いていて、平和的な永遠帝ですが、その勢力は半端ないですね。まずは元月のウサギで薬師の矢心エイリンの弟子である霊仙うどんゲイン稲葉です。うどんゲインは彼女の師である矢心エイリンが、稲葉は現在の主人である蓬莱三かぐやがつけた愛称となっていますよ。戦闘のセンスは高いらしく、エイリンから永遠帝の荒ごと全般を任せられています。
月にいた頃の上司である渡月頼姫や渡月豊姫からも高く評価されていたようですね。おいおい、あの月の使者のリーダーを務める渡月ママちゃんズから高評価を得ているのか。最強の若妻姉妹。また、月のテクノロジーについても造形があり、地上の基準より数段進んだ電子機器を独力で作成することができるようです。特に東方憑依花では月の技術を活かした珍しい武器を披露してくれたよな。しかし、ストレスがすぐに耳に出るらしく、特に異変の時は耳がヨレヨレになっていることから戦闘でのストレスが強いようですね。だからあんなにも使い終わった機種のようにくしゃくしゃになっていたのか。それ勘違いするやつだから。そして可愛らしい見た目の体ですね。正直低波中ボスだったし、見た目から察するにあんまり戦力にはならないんじゃないの？帝を甘く見ると死ぬよ。それ謎の名言でしょ。稲葉帝はこの見た目からは考えらませんが、神話の元ネタから察する280万を超える年を持つ長寿の妖怪なんですよ。東方プロジェクトの妖怪というのは、長く生きれば長く生きるほど強い傾向にあります。実際にマミゾウは自分の能力の高さを表すためにわざと年寄り臭い話し方をしているようだしな。マスコットのようなキャラですが意外にもカリスマ性は抜群で、冷戦には言うことが聞かない地上のウサギをうまく従えていますしね。帝がまさかの高戦力だったとは。そしてそんな二人を弟子としているエイリンは言わずと知れた化け物。元月の使者のリーダーにして賢者というど偉い肩書きな上に制作者ズンさんが天才と言っているので間違いなく最強でしょう。渡月姉妹の師匠ということからも半端ない強さだもんね。強さだけではなく、能力のあらゆる薬を作る程度の能力で回復もこなせるという隙がないんですよ。正直このエイリンだけでも大体倒せそうだな。そしてそんなヤバすぎるキャラを束ねるのがかぐや姫です。かぐやというと竹取物語のお姫様。そう、化け物なんです。その前振りと全然合ってないよね。昔話のかぐや姫本人だから魅力的なだけじゃないの？と思われがちですが月の民である彼女ももちろん最強クラス。原作では登場頻度があまり高くなく、本来の力をあまり見ることができなかったのですが、5つの月の珍しい道具を利用して強力な弾幕を放つことが可能です。おそらく AI 編の時は遊びで道具を使用したものと思われるぜ。月から迎えに来た月の使者を皆殺しにしていますから本来の力はそこが知れませんね。従者たちは高度な技術を保有していたり、幸運を持っていたり、回復ができたりと全く隙がない上に、数々の人々を魅力するリーダー力のあるかぐやがいることから永遠帝はガチで最強でしょう。でもレイム部長、さすがに4人じゃきついのでは？永遠帝は地上のウサギを従えているのですが、ただ可愛いだけではなくて非常に優秀なんですよ。月のイベントを行う時にやはり珍しいものを取り扱っているだけあって、盗みも多いようですが、かぐや曰くウサギたちのガードが完璧のようで盗まれたことがないとのこと。おお、ということは十分に戦力になりそうだぜ。このように素晴らしい戦力、妖怪の山より高い月の技術力を持っていることから第3位とさせていただきました。これは隙が一切なく強すぎるぜ。もし永遠帝に攻め込みに行った時は、延々泣くことになっちゃいますよ。あなたが泣かされてください。それでは次に紹介する東方プロジェクト最強勢力ランキング第2位は、ヘカーティア・ラキスラズリが率いる地獄組ですね。なるほど、それがいたか。そうなんですよ。この組織ももはや言うことないぐらい最強でしょう。まず地獄についてなんですが、もともと地霊殿にあるところにあったのですが、コスト削減のために地獄は縮小化され、もちろんですが未だ残っています。幻想郷を超越した女神ヘカーティアの管轄地の位置でもあります。ヘカーティア曰く地獄というのは、幻想郷は誰でも受け入れる場所だから、外から来た者も排除されることもない。つまり完成された自由があるからですね。地獄の女神らしい考えだな。このコメントから察するに、自由を大切にすることやアメリカンなクラピがあることから、地獄はアメリカを意識しているのだと思われますよ。なるほど、確かにストーリーの裏設定として月は中国をモデルとしているようだしな。ちなみに地獄も超自由主義ですが、暴力も自由だったりと非常に危険なところらしいですね。なんとなくモデルもそんな感じだよね。さて、今わかっている主な構成メンバーは、リグル、ルーミア、チルノ。いや東方界のロリ最強勢力だろそれ。冗談はさておき、地獄の民で死神である小町、その上司にして閻魔様の指揮駅山ザナブ、地獄関所の番頭神である庭渡り久高、あの地獄で勝ち抜いた地獄の妖精のクラウンピース、そして数々の猛者がいる東方界で最強と謳われるヘカーティアとなっています。名前を聞いただけでもメンツが恐ろしいぜ。そしてこのメンバーの面白いところは、人間は愚か妖怪もいないということですね。本当だ、妖精と神って珍しい構成だな。ちなみに久高派普段は妖怪の山にいるようで、ちょっと微妙ではありますが、地獄、鬼の国などの、異界の関所にいる番人ということでメンバーに入れました。まず勢力として、死神の小野塚小町は、命を狩るようなまがまがしい鎌を持っているのですが実はあれ、死者に向けて行うサービスだけであって特別な効果はないんですよ。いやただの飾りかーい。マジかよ。完全に命を狩る鎌とかそんなんだと思ったぜ。実はただの死んだ人たちのためのサービスなんです。しかし死神の鎌がなくても最強。奇想天、ス
スペルカードテキストによると、幽霊や悪霊を操ることが可能なんですよ。確かに幽霊を操るのはすごいがこれが最強とは言えなくないか？愚問九呪によると妖怪は精神的ダメージに弱く、怨霊が入り込むと消滅するか乗っ取られてしまうため妖怪相手に滅法強いんですよ。そんな裏設定があったのかよ。だとすると妖怪の多い妖怪の山積みや高魔間にめちゃくちゃ有利じゃんか。そういうことになりますね。また死神というのは仙人や天人を迎えに行くことが多く、それなりの強さが必須なんですが、小町は河川のところに向かわせられているところかなりの実力者です。ちなみに河川は少な神妙丸からは、マミゾウと並んで幻想郷でも指折りの実力者とされているぞ。とはいえサボり気味なので勢力としては疑問なところも多いですが、働きなさい小町犬。そして上司である四季様はただのロリッコで白黒つけるだけだと思われがちですが、彼女も強キャラなんですよ。幻想郷の賢者であるあの役もゆかりが東方志向花にて、あの方には逆らえないと発言をしていることから相当強力なキャラ。また、東方海飯塚の会話において、あの最強クラスの妖怪である優香から幻想郷で誰が一番強いか白黒はっきりつけてやるという言葉を受け取っていますね。さらにうどん家が持つチート能力の波長を操る力が通じないなど、かなりのハイスペックであることが伺えます。あやややや、四季様ただのロリッコじゃなかったのかよ。実際結構背は高い方なんですがね、その部下かと思われるククタカも神であることや、実力を試すために腕試しすることからそこそこ実力はあるものだと思われますね。そして地獄の妖精クラピはみんなのトラウマと言われるほど弾幕は強力。もともとあの地獄を勝ち抜くだけの力がある上に純子の純化の力でさらに強力に、ヘカーティアからも一目置かれていることからも強力だよな。そして地獄の女神であるヘカーティアですよね。地獄ではなんとあの四季様がヘカーティア様と呼ぶほど偉いのです。サイコさんの妖怪役もゆかりが逆らえない英気が鬼の組織の一管理職レベルということを考えると、雲の上すぎて見えないぞ。その力はズンさん公認で、幻想郷や月の都というレベルを完全に超えています。これは化け物すぎるぜ。他の組織の中で非常に異質であり間違いなく強力な組織ですね。またヘカーティアは一人で最強力すぎる上に能力によりそれが3人分なんですよ。つまり最強がまた2人分追加ということかよ。本当に化け物じみてますよね。ハンターハンターのゴレイヌさんの名言である俺が3人分になるが霞んできますよ。いやゴレイヌさん最強だからね。それではラストに紹介する、幻想郷最強勢力ランキング堂々の第1位は、ひじり白蓮率いる妙蓮寺です。あの地獄組を抑えて、妖怪たちが集うお寺の妙蓮寺が最強なのか。勢力があまりにも桁違いですね。妙蓮寺は元が蔵だったり仙だったりするのですが、森屋一家の協力もあって改装後は普通の寺となっていますよ。まず妙蓮寺は元々は妖怪を救うために開いたお寺だったのですが、人間も分け隔てなく受け入れているのですよ。一切の殺生を拒み、悟りを開くため日々修行しているのです。宝船が変化した縁起のいいお寺として、早くも里の人間の信仰を集めていることから組織能力の高さが伺えますね。そんな妙蓮寺のリーダーは多くの妖怪たちから慕われていて、綾の写真を見ると、よくいるメンバー以外の妖怪もいるんですよ。ということは高魔間みたく、かなりグローバルで強力な勢力であることがわかるな。さて、そんな私が1位と思う、妙蓮寺の主な構成メンバーを見ていきましょう。まずは清廉船の船長を務めた村佐南光、妙蓮寺で仏教の修行僧をしている雲井一輪安藤雲山、僧侶としては2番目に偉い虎丸将、そして最近入門した宝珠ヌエ。ここまでが清廉船で登場した妙蓮寺のメンバーだよな。ちなみに小笠は遊びに来ているだけでナズーリンは妙蓮寺の正式なメンバーではない上に毘沙門天以外への信仰心はないので、外していますよ。さあ妙蓮寺のメンバーはまだまだいますよ。東方神霊廟で登場したか曽谷京子、居候の真美蔵、そして意外にも修行者として小明寺小石と旗の心がいます。そっか、彼女たちも妙蓮寺ファミリーだったぜ。というか有名どころの妖怪がめちゃくちゃいるな。それだけ妙蓮寺の居心地の良さがわかりますね。そして最強クラスの妖怪が多数いるのも魅力。あまりにもキャラがいることからどういったキャラたちなのかはこちらの妙蓮寺についての動画を見てみてください。それで、先ほど紹介した2位のヘカーティア率いる地獄組に勝てる根拠を教えてくれよ。まず地獄組のリーダーであるヘカーティアをなんとかしないとなんですが、厄介なことに化け物が3人いますね。しかし妙蓮寺古最強戦力である大妖怪の真美蔵、ヌエ、白蓮で相打ちか勝つことができると思うんですよ。なるほど。真美蔵は前回の授業や、漫画なんかの活躍で相当強い妖怪なのはわかるが、ヌエって実際どうなんだ？ヌエは雰囲気だけかと思いきやもしかしたら白蓮より上の可能性がありますね。白蓮の勝利演出で一輪雲山を相手にし、もっと強い練習相手としてわざわざ指名するくらいなのです。なのでやはり強キャラですね。やっぱりエクストラボスだけなことはあるよな。この3人なら確かに1人ずつ相手すれば最悪相打ちにはなりそうだぜ。そしてもう1人の壁である山ザナブは、そのアップの仕方白露です。四季様には雲井一輪安藤雲山、村佐船長を迎えせればなんとかなるでしょう。
特に一輪雲山は東方愚問九樹にて戦闘力が高いと書かれていますしね。確かにこの3人なら、まあ閻魔様とてなんとかなりそうだな。そしてもう一人の神である庭渡九鷹には、虎丸将を向かわせればなんとかなるでしょう。将自身はそこまで強いわけではありませんが、あの本物の毘沙門天から預かっている宝刀が超強力、あらゆるものを焼き尽くす光を放つ武器という、非常に強い武器を持っていることからなんとかなると思われます。翔ちゃんは武器が9割。そしてクラピには、小石を向かわせれば勝てると思われますね。クラウンピースの能力は人を狂わす程度の能力で、人の精神に入り込むものなんですが、小石は無意識なので無意味なんですよ。意外なメンバーの小石が相性抜群ってことか。小石はかなりトリッキーに戦うことができるので問題なく勝てるか最悪相打ちにはなりますね。小町には心を向かわせればなんとかなると思われます。先ほども言ったように確かに幽霊を操られると相性は悪いですが、心も感情を操ることができて、強い精神力にすれば霊に取り込まれずに済むと思われますね。なるほど、納得感しかないぜ。小町自身の能力は距離を操る程度の能力ですが、心は感情を操ることができるので、距離を変えられても精神攻撃が可能なので問題なく戦えるでしょう。そしてもしも仮に全員が相打ちとなっても、妙蓮寺には強固が残っているんですよ。まさかの秘密兵器、妙蓮寺は構成メンバーが多い分他よりも優れている感じがあるな。これだけの勢力にもかかわらずに幻想郷を脅かすどころか、幻想郷にいい影響を与えているところリーダーの白蓮の人の良さがわかりますね。もしもレミリアとかだったら確実に支配しに行くところだよな。このように一番最強かと思われた地獄組を抑えて1位となったのは妙蓮寺です。コウマ感が意外と低かったりと予想以上の勢力ランキングの結果で面白かったよ。そうなんですよ。また幻想郷の意外なパワーバランスについても分かってきましたね。それでは今回の授業を終わりますよ。視聴者さんの推しの組織があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。